この日本には利権がある。そしてその利権は、庶民からあらゆるものを搾取して、巨大化していく。巨大化した利権は、庶民からさらに多くのものを搾取しようとする。それを止めなければ、いつか利権はこの日本のすべてを食い尽くしてしまうだろう。先日、田原は川上に言った。一体どうしたら。川上は言った。戦うしかないさ。しかし戦いならすでに始まっていた。しかも最悪の形で。はじめは利権とつながりのある政治家や天下り官僚、財界人が金属バットを持った数名のどこかの誰かに闇討ちにあった。金属バットで滅多打ちにされ、何人かが死に、何人かが重体になった。犯人のうち何人かは捕まったが、ほとんどは未だに捕まっていない。そして、利権とつながりのある者たちは、暗い夜道を一人で歩くことを警戒するようになった。彼らには金がある。だから、運転手付きの車を使えばいい。車に乗ってしまえば、金属バットを持った連中は襲えない。暗闇でなければ、彼らには襲うチャンスがない。しかしやがて、運転手付きの車に乗った。利権とつながる人間を、どう襲えばいいのか。考える人間が現れた。車を待ち伏せる。そして、車が来たら、その前に立ちはだかって車を止める。車が止まったら、小さな緊急脱出用ハンマーで、車の窓ガラスを破壊する。緊急脱出用ハンマーは、軽く窓ガラスを叩くだけで、窓ガラスを粉々にしてしまう。そしてそこから、ガソリンを車内にぶちまけて火をつける。中の人間は運転手もろとも丸焼けだ。そして、追い詰められた。利権とつながった連中は、人混みを歩くようになった。普通のサラリーマンと同じように、満員電車に乗って、通勤もするようになった。確かに周りに人が大勢いた方が、狙われにくい。しかし今度は、人混みで標的を狙うには、
どうすればいいのか。考える人間が現れる。その答えは包丁だった。包丁の柄に紙のガムテープや養生テープで尻尾をつける。その包丁を勢いよく投げれば、尻尾が空気抵抗になって、包丁の刃先が前を向く。つまり投げナイフになるわけだ。ホームセンターで売っている。1000円や2000円の包丁が、投げナイフになる。人混みを標的が歩いていく。そして、投げナイフになった包丁を持った。何人かが指定された時間になる前に、いつの間にか標的の周りを歩いている。彼らは皆、マスクをして、帽子をかぶっている。だから顔はわからない。そして指定された時間きっかりに、全員が投げナイフの包丁を、標的に投げつける。5人いれば5本。10人いれば10本の包丁が、標的の体に刺さって、標的は血まみれになる。素手の暴力なら、それを止めようとする通行人が、いるかもしれない。しかし、人の体に包丁を刺した人間と、関わる勇気のある者はいない。だから犯人は、簡単に逃げてしまう。何人かが殺され、何人かが重傷を負った。そして、被害者は皆、日本の利権とつながりを持っていた。殺された被害者の中には、ヤクザの幹部や谷町のような、政治、官僚、財界のくくりから、はみ出たところにいる人間も、含まれている。しかしなぜ犯人は、被害者が日本の利権と、つながりがあると分かった。そこが問題だ。犯人が被害者に近い人物なら、警察の捜査で、犯人と被害者の関係がわかるはずだ。だが、これまでの捜査では、被害者の近くに犯人は一人もいなかった。だとすれば、被害者が日本の利権とつながっていることを、犯人はどうやって知った？誰がどうやって？それを犯人に教えている。どうやって教えているかはわかる。SNS、ソーシャルネットワークサービスの
どこかだ。しかしそれは、どの SNS だ。そして教えているのは一体誰だ。今のところ、警察の推測はこうだ。被害者と関わりのある誰かが、被害者について、SNS に何気ない書き込みをする。その書き込みに気づいた誰かが、その情報を収集する。そしてその誰かが、その手の情報をあちこちの SNS から、次々と収集し、日々収集し、情報が集まる。そして、その誰かはやがて、大量に溜まったそれらの情報を、整理、分析する。そして、どこの誰が、日本の利権とつながっているのか。答えを導き出す。警察が共有している推測は、今のところそこまでだ。しかし田原は、それだけではないと思う。情報を収集している。どこかの誰かの中には、おそらく、自分の足を使っている奴がいるはずだ。彼らは盗聴器や、望遠レンズをつけたカメラも、使っているかもしれない。まるで探偵や、自分たち警察官のように。そして多分、それをやっているのは、一人や二人じゃない。見当もつかないほど、大勢の人間がいるのかもしれない。そしてきっと彼らも、日本の利権に強い恨みを持っている。彼らは自分が掴んだ情報を、SNS、ソーシャルネットワークサービスの、どこかに流す。彼らがやるのはそこまでだ。彼らは知っている。情報さえ流せば、その情報に気づいた。日本の利権に強い憎しみを持つ誰かが、その標的を痛めつけて殺そうとすることを。そして警察では今のところ、SNS の中で、どこの誰がどこの誰と、つながっているのか、全くわからない。彼らは組織ではない。一人一人につながりがない。彼らは流れなのだ。日本の利権を憎む巨大な流れ。だから、歯が立たないのだ。昔、堪忍袋の緒が切れる。という言い方があった。自分は我慢の限界に達した。だからこれから暴力を振るう。そういう意味だ。堪忍袋の緒の緒というのは、堪忍袋の口を縛って、
中身が出てこないようにする紐のことだ。つまり堪忍袋の中に恨みつらみ、憎しみや怒りが溜まりすぎたら、その口を縛っている紐が切れて、中身が飛び出すという意味だ。しかしこの堪忍袋の緒が切れるという言葉は、実際には自分より立場の弱い人間、つまり弱者が自分の言いなりにならないとき、暴力を振るう。つまり弱者に対する脅しの言葉として使われた。現代では単に切れるとだけ言う。堪忍袋の緒という言葉はどこかに行ってしまった。だが現実には堪忍袋の緒が切れる者などいない。特に現代の日本では、社会人になれば簡単に暴力を振るうことができない。社会人が暴力を振るえば、日本の社会は暴力を振るった人間を要注意人物として扱う。たとえ言葉の暴力でも、パワーハラスメントとして問題になる。職場で暴力を振るえば、要注意人物として仕事を失うこともある。現代の日本では、暴力はもっと陰湿な使われ方がされる。例えば幼児虐待、ドメスティックバイオレンス、学校や職場でのいじめなど、社会の目の届かない隠れた場所に暴力はある。それらの暴力は堪忍袋の緒が切れるということとはまるで意味が違う。しかしだからといって人間の中に堪忍袋がないわけじゃない。どんな人間でも不安や恐れ、恨みつらみ、憎しみや怒りを心の中に抱え込んでいる。そしてそういうものが溜まりすぎて堪忍袋がいっぱいになって限界を超えると堪忍袋のどこかが裂けて穴が開く。そして精神が不安定になる。つまり堪忍袋の口を閉じている。紐が切れるわけじゃない。紐が切れたら新しい紐で口を結び直せばいいが、袋に穴が開いたらそういうわけにはいかない。穴の開いた堪忍袋の中にさらに不安や恐れ、恨みつらみ、憎しみや怒りがたまれば、破けた穴はさらに大きくなる。だが、肝心の本人は、
そのことに気がつけない。そして本人も気づかないうちに、穴の大きさが限界を超える。それが精神疾患だ。メンタルヘルスという言葉がある。心の健康という意味だ。そして、心の健康に問題が起きたとき、その問題を解決するための病院を、メンタルクリニックという。現代では、そのメンタルクリニックに、助けを求める人間がとても多い。しかしなぜ、堪忍袋の中に、不安や恐れ、恨みつらみ、憎しみや怒りがたまるのか。その理由が分かって、その原因を作っている人間が、どこの誰なのか分かったら、その怒りの矛先は、自分には向かわずに、自分の怒りの原因を作っている人間に向かう。そしてその人間がどこの誰なのか。今、日本の庶民は気づきかけている。そして堪忍袋の大きな裂け目から飛び出した暴力の衝動を自分で止めることはできない。その暴力の衝動は自分の心が壊れたからこそ飛び出した衝動だからだ。そしてそんな庶民が今の日本には何百万人いるのか。田原には見当もつかない。そして利権とつながった人間たちを金属バットで闇討ちにしたり、車の窓ガラスを割って車内にガソリンをぶちまけて火をつけたり、人混みの中で尻尾をつけた包丁を使って標的を血まみれにしているのはその数百万人の中の誰かなのだ。それをどうやって止めたらいい？止めようなどないではないか。殺人を犯せば警察に捕まって刑務所に何年もあるいは何十年も入れられて出てくることができない。もし刑務所から出てくることができても世の中から前科者としてのレッテルを貼られて辛い生活を強いられる。だが彼らはこう考えるかもしれない。どうせ自分には失うものなど何もない。確かにその通りだ。日本の庶民は30年もの間、日本の利権に人権を搾取されてきた。金属バット、ガソリン、包丁。次は一体何だと田原は思った。再生リスト18に続きます。